こんにちは。レイウッド開発の K です。今回の動画ですね、ちょっとライトパーツのご紹介をいくつかさせていただこうと思うんですけど、こういうですね、ライトバーですね。これもなんか、こう、バー状になってますよね。横長の。で、これとかもそうですね。これなんかもう18連でめちゃめちゃ LED がついてるんですけど、こういうやつとか、あとは、これはですね、ブレーキライトなんですけど、なので赤い LED がこうバーの中に仕込まれていて、それが光るんですけど、もちろんこれ後で実際に光らせたりとかしてみるんですけど、こういうようなですね、ライトバー系の、これもそうですね、こういうものを、あとこれか。これなんか5色あるんで、これも後で実際に光らせてみようと思うんですけど、とにかく今回はですね、このライトバー系のパーツを集めてみたんで、これをですね、一通りご紹介させていただきたいなと思います。で、今回ご紹介させていただく、このライト系のパーツ、全部ですね、WPL に合いますよっていうだけで、専用ではないので、ちょっとこれ例によってって感じなんですけど、汎用の RCO パーツということになりますので、RTR モデル、ノーマルの RTR モデルの WPL ですね。に付けようと思った時には、そのままポン付けできるっていうわけではないので、ちょっとそこはですね、ご注意ください。ちょうど1個前の動画でご紹介させていただいてるんですけど、RTR、ノーマル状態の WPL に取り付けるときには、ちょっと手間なんですけど、こういう分岐コネクタを使って、受信機兼 ESC っていうパーツがついてるんで、そこからこれで分岐させて電源を取るという方法になります。で、その方法自体は1個前の動画でご紹介させていただいてますので、よければですね、そちらを参考にしてみてください。あ、1個前じゃないかも。すいません。この動画あれだ。このパーツたちが発売された時に動画が公開になるから、僕の中では1個前に撮った動画なんですけど、ちょっと順番前後してるかもしれないです。とにかく概要欄にはその、動画のリンクですね、貼っておきますので、よければそちらを参考にしてください。で、ターボレーシングとか、そういうプロポに換装してある場合は、もうそもそもターボレーシング自体が汎用のプロポセットになりますので、その受信機の空いてるコネクターに、このコネクターですね、これを挿せば光るというような形になります。もちろん、その受信機にそもそも空きコネクターがないよっていう場合は、本来それ用なんですけど、これは。これを使って分岐させて、電源を取れる場所をですね、こう1個のところに挿せばこれが2個になるんで、それで分岐させて電源を取るという方法で光らせてください。はい、じゃあもう今回ですね、順番に紹介していくんですけど、やっぱり一番気になるのって自分のお手持ちのマシンにですね、こうどういうような感じでフィットするのか、そもそも似合うのかとか、もちろんサイズ感も含めてですね、例えばこれなんかは、こう C3444 系にこうつけるとちょっとちっちゃいなみたいな、あるじゃないですか。ちょっとそれをですね、実際に全部に取り付けてっていうのは難しいんで、こう当てがったりして、ちょっとこう試着ですね。試着させて、ちょっとこう当てたりしてみるんで、それでサイズ感なんかをですね、参考にしていただきながら、こう見ていただければと思います。じゃあちょっと順番にやっていきますが、一番最初にですね、この、ちょうど今のこれと、これだけ若干組み立てが必要になるので、最初にそこだけ説明させてください。これはもう組み立て済みです。こんな感じで、ステーですね。ステーの取り付けが必要になるんですけど、このステーを、こっちはまだつけてないです。なので、ちょっとそこを、全然簡単なんですけど、そこだけやってから、あとは実際にですね、ちょっと暗くして、光らせて、みたいなところもやりながら、やっていきたいなと思いますので、お願いします。こんな感じで、ステーとネジ類がついてるんで、これの、まずこのスペーサーですね。スペーサーと、で、ネジは全部同じサイズなんで、このネジから2本使って、まず、このステーにですね、ネジを入れて、で、ここにスペーサーですね。スペーサーで、2ミリの六角を使います。で、この横にですね、もう取り付けるだけです。で、このステーがですね、
逆付けもできるので、取り付ける場所に合わせて、この向きをですね、変えてもらうことができますよと。で、こっちが実際そのようになってるんですけど、こんな感じで、ステーが外に向いてる状態。で、こっちが内側に向けた状態。これが選択できるようになってます。で、こっちも一緒ですね。ステーにネジ入れる。こっち側にスペーサー入れる。で、本体横に取り付けると。ただこの内側に向けて付けたときは、実際に取り付けるときは、またちょっと面倒なんですけど、ここネジが入りづらいんで、先に位置決めして、で、ステーを外して、ステーだけ先に取り付けて、で、最後にこれを取り付けるっていう順番になるかなと思います。で、あとは、付属してるネジですね。今、組み立てて、なおかつ余ったネジっていうのが4セットですね。ネジとナットが4セット余るんで、これを使って取り付けましょうというような感じになってます。もちろん取り付ける場所によってネジの長さが足りない場合とかもあると思うので、その場合はですね、また別途適したサイズのネジを用意していただくっていう形になるかなと思います。一応付属しているネジのサイズは M2.5 ですね。M2.5 の太さのものと、それに合ったナットがついているという感じになってます。はい、じゃあ実際につけてみたり、点灯させてみたり、で、マシンにこう、フィッティング、ちょっと合わせてみたりっていうのをしながら参考にしていただければと思いますので、順にやっていきたいと思います。で、今回ですね、そのためにちょっとこんなのを用意したんですけど、これはですね、電源を取るためだけに、光らせるためだけにちょっと用意してます。で、今回これでやっていきますが、実際はですね、受信機ですね。これターボレーシングのやつですけど、この受信機の空いてるコネクタにこれを挿すだけと。もちろんプラスマイナスがあるので、それだけ間違えないようにしていただきたいんですけど、ターボレーシングの場合は、この向きで見ると、3ピンのコネクタになってますよね。で、一番右がマイナス、真ん中がプラス。で、一番左が S で、これ信号なんですけど、信号になっていて、基本的にこういう電飾のライトですね。ライト系っていうのは、この3ピンに対して2本の線しか来てないので、黒がマイナス、赤がプラス。これをこの受信機のマイナスとプラスに合わせて挿すと。なので、これの場合は、今右側に黒が来てますよね。で、真ん中に赤が来てると。で、受信機を見ると、一番右にマイナスって書いてあって、真ん中がプラスっていう風になっているので、差し込む向きは、こうなりますね。これだけ間違えないように注意してください。まあ、万が一間違えても、それで一発で切れちゃうとかっていうのはないので、また差し直せばいいだけなんですけど、一応ですね、そこは注意していただくようにお願いします。はい、じゃあ今回はちょっとこれを使って、ここにこう挿して、で、スイッチを入れるとですね、こんな感じで光りますと。で、これがですね、個人的にはすごいおすすめです。18連のライトバー。これはかなり明るい部類に入るんじゃないかなと思います。ただ、C1424 系にはちょっと長いかなと。じゃあちょっと、まず当ててみましょうか。もう、断然おすすめは C34 系。この18連に関しては C34、C44 系におすすめです。これですね。こんな感じで、もうこのためにあるんじゃないかっていうぐらいぴったり収まります。で、つけてみるとこんな感じですね。もうこのちょうどルーフにぴったり収まると。で、これに関してはちょっと実際に取り付けた C34 があるので、せっかくなんでちょっとそれも見ていただければと思うんですけど、これですね。これが実際に取り付けたやつで、で、ルーフに当然穴開けとか加工は必要なんですけど、穴を開けて、ステーを取り付けて、で、このライトバーですね。ライトバーを取り付けてあると。で、つけてみると、こんな感じになります。じゃあちょっと明るさですね。明るさの方も、まず見てみたいと思うんですけど、ちょっと暗くしてみますね。はい、ちょっと照明を落として暗くしてみたんですけど、まあどうしても、こういうカメラとかでこの LED のライトっていうのを伝えるのが難しいなとは思いつつ、ちょっとまあ参考までにですね、今回この
都度都度薄暗くして、こうつけてみて、こんな感じですっていうのは、一応ですね、一応お見せしていこうと思っていて、こんな感じですね。これが、まあどうしても主観が入っちゃうんですけど、僕は実際にこれにつけて、夜、ナイトランですね。夜走らせてきたんですけど、かなり明るいなと感じました。で、一応参考までに、これがですね、ノーマルの RTR の標準のヘッドライトですね。どうするのがいいですかね。こんな感じがいいですかね。こんな感じだと、まだちょっと参考になりますかね。この標準ライトだと、地面を照らしてみたときに、こんな感じ。こんな感じで、これに対して、このライトだと、こんな感じなんで、まあ、全然違いますね。こんな感じの明るさです。めちゃくちゃ明るいです。ちょっとこれ分岐させて、長いのと短いの見てみましょうか。はい、こんな感じでつけてみると、まあ当然、数で言うと、こっちが18連で、こっちが9連になるので、倍ついてますので、やっぱりこっちの方が明るいのは明るいんですけど、この短い方ですね。短い方でも結構こんな感じなんで、全然明るいですね。なんか、数は2倍なんですけど、単純に2倍明るいかっていうと、そこまでの差はないかなっていう感じです。どっちも明るいんで。こんな感じですね。ただもちろん、こっちの方が全然明るいのは明るいです。比べるとですね。こんな感じです。あとサイズ感ですね。サイズ感は C34、C44 系はさっき、こっちの長い方ですね。長い方はさっきやってみた通りで、かなりフィット感はいいですと。C54、あと1424系、あと B シリーズですね。にはちょっと大きいです。もう明らかに。こんな感じで、これ C54。もうオーバーサイズって感じ。で、短い方だとこんな感じです。ちょっと短いかなって感じなんですけど、比較的、まあフィットする方なんじゃないかなっていう感じですね。こんな感じです。あと、フロントとかにつけるのもありだと思うんですけど、C54 でフロントにつけた場合はこんな感じのサイズ感になります。で、C24 ですね。C24 も長いやつは明らかに長いです。もうはみ出ちゃう感じ。こんな感じです。で、短い方だとこんな感じですね。ぴったり合うかなっていう。もうちょっと長くてもいいかなって感じなんですけど、これがですね、9連の次の上のサイズがもう18連になっちゃうんで、間がないんですよね。なので、ちょっとこんな感じになりますと。で、フロントに持ってくると、こんな感じのサイズ感になります。こんな感じですね。で、C14。まあ24と同じ感じにはなりますけど、長いやつは長すぎます。で、短いやつですね。短いやつは、こんな感じです。かっこいいですね。で、C14 の場合は、ここに櫓があるんで、この辺にこう、うまくつけるっていうのも、ありかもしれないですね。こんな感じで。ちょっと結構工夫が必要かもしれないですけど、こんな感じで、うまく取り付けることができれば、結構似合うんじゃないかなと思います。あと、14でフロントに持ってきた場合は、こんな感じなんですけど、これは、ここカットしてあるやつの方が取り付けやすいかもしれないですね。これがカットしてあるやつなんですけど、ここですね。ここの、これをカットしてあるやつだと、こんな感じで収まります。これもいいですね。こんな感じで。はい。まず以上がですね、この18連と9連のこのライトバーでした。はい。じゃあ次は、これ行きましょうか。このライトバー。これも僕結構気に入っていて、正直明るさはですね、全然明るくないです。もう、さっきのやつに比べちゃうと、うわ、暗って感じなんですけど、
光り方が結構良くて、あと5色あるんですね。ちょっとそれをまず光り方の方を見ていただければと思うんですけど、ちょっとこれパッと見で何色が何色かわかんないんで、ちょっとまずつけてみますね。これつけて、はい、こんな感じです。これ白でしたね。白で、これオレンジですね。オレンジ。で、まずちょっと一旦全部色を見ていこうと思うんですけど、これが赤ですね。赤と、これは青です。ちょっと画面で見づらいかな。ちょっとわかりづらいですかね。これは青なんですよ。赤とオレンジ、違いがちょっとわかりにくいかな。ちょっと付け直してみました。これが、並べるとまだわかりますかね。こっちがオレンジ。なんかこれ黄色っぽく映ってますね。これオレンジなんですよ。これ肉眼で生で見るとめちゃめちゃオレンジです。で、こっちが赤。一応公式サイトの方にも写真掲載してありますので、そっちの方がまだ色は正確かもしれないです。これめちゃめちゃオレンジだけどなんか画面だと黄色っぽいですね。これめちゃめちゃ赤いんですけど、ちょっとなんかオレンジ色っぽく映っちゃってるかもしれないです。ちょっと公式サイトの写真も概要欄にリンク貼っておきますので、よければそっちも見てみてください。赤とオレンジです。で、これが緑ですね。緑。全部で5色あります。じゃあこれもちょっと暗くして明るさを見ていきたいと思うんですけど、こんな感じ。ちょっとまず多分一番使う人多そうな白だとこんな感じです。で、青だとこんな感じ。やっぱり白が一番明るい印象がありますけど、で他の色はだいたいこの青ぐらいの明るさです。白がこんな感じ。じゃあさっきのとどれぐらい違うのっていうと結構違うんですよね。ちょっとやってみますね。はい、ちょっとあえてこっちちっちゃいのにしましたけど、こんな感じでちっちゃいやつでもこれぐらい明るいですよね。これに対してこっちの白はこんな感じなんで、こんな感じです。そうですね。やっぱりこっちの方が明るいですね。こんな感じです。一応地面に置いた感じでこんな感じですね。一応これもノーマルライトとの比較やっていきましょうか。ノーマルライトがこんな感じ。こんな感じで、それに対してこれぐらいです。まあ横幅がある分ちょっと明るく感じますけど、似たような感じかなぐらい。まあこっちの方がどっちかって言ったらこっちの方が明るいですけどね。中に入ってる玉の数も違うんで。ただ一つ一つの玉を比べると多分 LED 球1個だけで比べたらっていうと同じぐらいかなっていう印象です。こんな感じです。じゃあ続いてサイズ感ですね。サイズ感はどっちかっていうと C54 とか C1424、 あとは B シリーズ系に合いそうかなっていうサイズ感です。おでこにつけるとこんな感じですね。光らした方が分かりやすいかな。こんな感じですね。で、フロントに持ってくるとこんな感じ。こんな感じのサイズ感です。C3444 系だとちょっとちっちゃいかなっていう、こんな感じですね。ちょっと短いですね。フロントはまあいいかもしれないです。フロントは結構いい感じですね。こんな感じですね。で、次に C14 か。C14 だと、おでこだとこんな感じ。お、かっこいいですね。こんな感じ。やぐらにつけるとこんな感じですね。ここもいいですね。で、フロントだとこんなサイズ感。こんな感じのサイズ感になります。これもやっぱり、ここのバーカットしてあった方が取り付けはしやすそうですね。こんな感じになるんで。こんな感じです。
で、C24 だと、まあこれは一緒ですね。うお。やっぱこれ、C1424 系のおでこにちょうどいいですね。これ似合うな。こんな感じです。で、B シリーズですね。B シリーズは、こんな感じ。これ一番似合うじゃん。おこれいいっすね。これにつけようかな。こんな感じ。こんな感じです。ここにめちゃめちゃ合いますね。なんかこれ、横から見ると形状こんな感じになってるんですけど、この向きでつけると、なんか、それっぽくて、めっちゃ似合いますね。一応フロントも当てがっておくと、こんな感じ。これもいいですね。こんな感じです。ちなみにこれ、以前動画で紹介したかもしれないですけど、このバッテリーサポートっていう自作デカール貼ってあるんですけど、ゆくゆくここにこうバッテリー乗せて、一緒に走ってる人がバッテリーなくなったらどうぞみたいにできるサポートカーみたいな感じで遊ぼうかなと予定してるんですけど、これちょっと緑じゃないですか。なんかこういうのに合わせて、車体によってはですね、こうちょっと、これ緑色なんですけど、こういうのをつけたりしても、もしかしたらおしゃれかもしれないです。これいいですね。こういう風にしようかな。はい。一応これカラー展開が、さっきお伝えした通り5色あるんで、ちょっと他の人と変わった感じにしたいなと思ったら、使ってみると面白いかもしれないですね。あとこれ、赤もあるんで、これ赤なんかは、まあもちろんこういうところにつけてもいいと思いますけど、ブレーキランプの表現とかにもいいかもしれないですね。こういうところに、こう、つけて、やっぱリアは赤いのつけとけばそれっぽく見えると思うんで、こんな感じでつけたりとか、あと C3444 系もフロントとかルーフにはちょっとちっちゃすぎたんですけど、こんな感じで。ちょっとちっちゃいなって感じなんですけど、ブレーキランプの表現だと結構フィットするかもしれないですね。こんな感じで、こういうところにつけたりとか、この室内に仕込んでもかっこいいと思うんですけど、こうブレーキランプの表現に結構いいかもしれないです。あとこれのそもそも形状なんですけど、こんな感じになってて、この方がわかりやすいかな。これ 5mm のアルミ棒なんですけど、なんかこういう棒にフィットするような感じになってるんで、で、一応ネジ穴がここについてます。ネジ止めするのを想定したような穴がついてるんで、工作とか得意な人は、こうなんか、パイプ、これが 5mm なんで、多分これの前後の太さだったらフィットすると思いますので、例えば、これでロールバーを作りました、みたいな。アルミの棒だと比較的加工も簡単ですし、切ったり曲げたりっていうのができると思うので、これでロールバーなんかを作って、そこにこう、取り付けるみたいなこともできるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次、最後ですね。最後に、これもちょっと2サイズあるんですけど、こんな感じの、これが、ブレーキライトバーだっけな。ブレーキライトバー。2種類あります。こっちが5連。で、こっちが10連か。10連ですね。になっていて、色は一色。もう赤のみと。で、結構こんな感じでスリムに作られてるんで、これもかっこいいですよね。で、これをまず光らせてみます。こんな感じです。もう、これはそもそも赤なんで、明るさはそんなに明るくないです。赤く光ってるなっていうのがわかる程度。一応やっておきますか。こんな感じで。暗くすると、これぐらいですね。まあ正直ブレーキランプの表現に使う LED は明るすぎてもちょっと変だと思うんで、むしろちょっと暗いぐらいの方が個人的にはいいと思うんですけど、こんな感じですね。で、まあ、こう車体の後ろですよね。こういうところとかにこうやってつけてあげると。これちょっと今両方短いやつにしたんですけど、こういうところですよね。こういうところにこうつけてあげたりすると、もうそれだけでかっこいいですね。
これめちゃめちゃ合いますね。以前動画で紹介した通り、これ、せっかく自作してあるんですけど、こっちの方がいいな。こんな感じです。このトラックのリアに、こんな風につけたら、めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいですね。これありだな。これ多分やりますね、僕。つけよう。これいいと思います。こんな感じです。はい、じゃあちょっと今流れでやっちゃったんですけど、それぞれの車体のフィット感、サイズ感ですね。これ今やりましたけど、こんな感じ。リアだとこんな感じ。で、こういうところにつけるのもありだと思いますけどね。こんな感じで。で、C54。C54 だと、多分、この中とかに入れるとめちゃめちゃしっくりくるんじゃないですかね。これちょっと今外ですけど、これを、この室内のこんなような位置につけてあげると、めっちゃリアルですね。あんまりやらないと思うんですけど、こういうとこに、もしつけたとしたらこんなサイズ感。一応長い方だとこんなサイズ感。こっちの方が合いますね。長いのはこんな感じ。で、C34 の1だと、前じゃない、後ろか。後ろで、短いのがこんな感じ。これも合いそうっすね。自作テールライトみたいな。実写でもありますもんね。自分で作ったんだろうな、みたいな。あと、カスタムショップさんの、なんか、オリジナルテールみたいな。そういうっぽい感じになりますね。で、長いやつが、こんな感じ。これは、やっぱり室内とかにつけたら、かっこいいんじゃないですかね。一応短いやつだと、こんな感じ。C3444 だと、こっちの方が良さそうですね。はい、こんな感じです。で、さっき暗い状態でやっちゃったんですけど、一応24ですね。24だと、これはちょっと長いかな。でもありですね。かっこいいですね。ここでもいいかもしれないし、やっぱ中かな。中に入れられると一番良さそうですね。こんな感じです。短い方はこんな感じ。これやっぱ両側にこうつけたらかっこいいですよね。で、一応 C14 ですね。C14 いいじゃん。ここは同じですよね。ここにこんな感じでつけてもいいと思いますし、14いいっすね。ここになんかこう、うまくつけたら、めっちゃそれっぽいじゃないですか。この短いやつ。これを、こう、うまく加工して、リアに、こんな感じで。実写でよくこういう人いますよね。うん。これいいっすね。これもそのうちやるかもしれないです。というわけで、ちょっと一通りですね。もしかしたら抜け漏れあるかもしれないんですけど、今回、このライトバー系ですね。ライトバー系のライトを紹介させていただきました。どうしても汎用品で、専用品ではないので、こう取り付けるってなった時に、ちょっとした加工だったりとか、工夫だったりとかっていうのが必要になるかなとは思うんですけれども、逆に、オリジナリティっていうか、他の人とあんまり被らないような感じで、やっぱり自作すると被りづらいじゃないですか。なので、結構オリジナリティのある車体にすることができるんじゃないかなと思います。で、今回やっぱりおすすめはこれですかね。せっかくつけるなら、やっぱり明るい方がテンション上がるじゃないですか。で、こっちも結構おすすめですね。これは、車体につけた時の感じがかっこいいです。この感じが。なんていうんですか。つぶつぶがあんまり分かりづらい。こっち光の粒が明るすぎて分かんない。こんな感じ。こんな感じで、光の粒っていうか、LED の一個一個が分かる状態なんですけど、こっちは、それが分かりづらい。こんな感じで。分かりづらい感じなんで、結構見た目的にかっこいいんですよ。なので、これも結構おすすめですね。で、こっちは、18連の長い方は C3444 におすすめで、短い方は C1424 系、あと B シリーズ、そのあたりにおすすめですっていう感じですね。はい。というわけで、今回ですね、ちょっとどうしても映像で映すと、
実際と違っちゃったりするっていうのがあって、どうかなと思いつつ、ないよりは、動画ですね。ないよりはあった方が参考にしていただけるかなと思ってご紹介させていただきました。結構やっぱりライトつけるっていうのが、競技車両とかだともうありえないっていうか、サーキットで競争するような競技車両だと、もうライトなんて全然つけてる場合じゃないんですけど、あとドリフトジャンルとかは結構電飾ってやる人多いですよね。で、この WPL みたいなクローラーのジャンルも、こういうライトをつけてもそんなに走行に支障がない。むしろ見た目が良くなってテンション上がるみたいな。結構醍醐味の一つかなと。この電飾ですね。醍醐味の一つかなと思いますので、ぜひですね、こう、つけて、こう、他の人と違う感じにしたりとか。あとやっぱり実際につけて夜ですね。ナイトラン、夜走らせるっていうのも非常に楽しいですので、ぜひやってみていただきたいなと思います。で、今後もですね、ライトパーツいくつか追加していく予定なので、またその都度ですね、ご紹介させていただければと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。